こんにちは、ミミです。モカです。今回は、無線関連の装置を3つ作ってみました。あと、ストアの無線の周波数についての解説もします。まず、ジャミング装置です。前も作ってなかった？作ったよ。でも、今思えば性能が低かったです。総当たり攻撃をするアンテナが2本しかないので、遅すぎます。プラスマイナス9999の範囲を捜索するのに、約3分かかります。まあまあかかるね。アンテナ増やせないの？設計的にできないよ。あと、4桁までしか対応してないので、5桁の周波数を使うだけでジャミングを回避できちゃいます。なので今回作ったのは、そこら辺を改善してあります。じゃあまず、全体の構造はこんな感じです。前に作ったのと違って、機能ごとに分けてあります。なんか色々あるね。じゃ、一つずつ説明します。操作盤では、周波数を操作する範囲を指定します。こんな風に、操作する範囲を指定できます。あと、残り時間も分単位で表示されます。全範囲の操作をさせることもできますが、さすがに遅いです。この状態だと、400分以上かかるっぽいです。結局遅いんだね。まあ、周波数として使える値がたくさんあったから。ね。しょうがないです。次は、使用周波数特定装置です。操作盤で指定された範囲の周波数を一つ一つ読み取って、相手が使ってる周波数を特定します。無理やりだね。まあ、総当たり攻撃ってことです。1ユニットあたり、30本のアンテナを搭載してます。これはアンテナ増やせるの？増やせるよ。数珠つなぎで、ユニットをいくらでも増やせるようになってます。こんな感じで、一周するように接続します。搭載する車両や船に合わせて数を変えれます。もちろん、多い方が早く操作できます。特定した周波数は、周波数記録装置で見ることができます。前作ったのと同じように、ホワイトリストの登録とかもできます。あと、数値ノードを使って登録することも可能なので、他のシステムと一緒に運用しやすいはずです。マイコンを広げれば、最大32までの周波数を数値ノードを使って登録できます。攻撃装置は、相手の周波数を妨害するやつです。16本のアンテナで妨害します。こっちは少ないな。なんや無限大を出力して、相手の装置をバグらせたり、通信を妨害するようになってます。対策しないとだるそう。まあね。じゃあ、実際に使ってみます。今回は、10ユニット接続しました。合計300本の操作アンテナです。多いね。早速、プラマイ99999の範囲を操作して、5桁の周波数を特定してみます。前作ったやつなら約30分かかるところ、これなら11秒くらいで終わります。早っ。アンテナ本数150倍だからね。通体がでかくなった代わりに、超早いです。操作完了です。こんな感じで、見つけることができてます。10ユニット使った場合、特定にかかる最大時間はこんな感じです。8桁は欲しいね。そうだね。少なくとも6桁以下は危ないです。私的には、7、8、9桁くらいがおすすめです。10桁は、最後に説明しますが、まずいです。へえ。ちなみに、桁数が大きい周波数を効率的に探すようになってるので、桁数が増えても伸びが悪いです。最大でも140分くらいだね。天文学的な数値ではないです。仕組みも、長いので最後に説明します。でも、8桁も考えて入力するのって大変ですよね。ということで作ったのが、周波数生成装置です。複数のランダムな周波数を生成してくれます。シード値はフィジックスセンサーの出力を使っているので、予測しづらいです。位置で予測されない？オイラー角も使ってるので、予測するのは難しいはずです。オイラー角はこんな風に、ちょっと動かしただけでビットが激しく変化します。あと、ワークショップにあげるので、私の周波数生成器だけを狙ってジャミングされるかもしれないです。私ならそうする。こういうやつがいるかもしれないっていうのと、複数の周波数を生成するので、一つくらいは特定されちゃうかもしれないです。そうかもね。そうなった場合でも、他の周波数がバレないような仕組みにしました。処理はこんな感じです。デスっていう暗号化アルゴリズムを参考にしました。ただ、デスは脆弱性があるので、ほぼオリジナルな構造にしました。私レベルじゃ解けません。暗号学者なら解けそう。きっと解けると思いますが、考えないことにします。逃げじゃん。暗号の世界って、奥が深すぎてよくわかんなかったです。まあ、簡単に仕組みを解説します。ランダムビットと隠しビット、鍵 L、鍵 R に対して、ラウンドっていう処理を3回繰り返して、次の乱数を生成しています。これらの初期値には、フィジックスセンサーの出力を使ってます。処理を一部だけ解説すると、隠しビットを入れ替えて、非線形な変換をして、ランダムビットと X を和します。その後、ビットの入れ替えと複製をして、鍵から生成したサブ鍵と X を和して、非線形変換をしてラウンド1が終了です。長いね。あと2回同じようなことをやったら、ランダムビットと隠しビットの一部を使って、周波数を計算します。それじゃ隠しビットじゃなくない？設計ミスです。気にしないでください。脆弱性になりそう。多分おそらく、大丈夫なはずです。
あと、周波数が特定されるってことは、ランダムビットと隠しビットの一部がバレるってことです。でも、隠しビットの大部分と鍵 L、鍵 R、合計ラウンド数はバレていないので、相手は前後の周波数を推測できないです。どう見ても鍵とか、生成に必要だもんね。処理を繰り返して、最大32個の周波数を生成できるので、ミサイルの中間誘導とかに使いやすいです。あと、一応生成した周波数同士が被らないようにもなってます。そもそも被る確率低そう。とはいえ、長時間通信していると、特定されるかもしれないです。さっきの装置なら、2時間ちょいで特定できちゃうね。通信時間が長ければ長いほど、特定される確率は上がります。でも、長時間妨害されずに通信したいってこともあると思います。そこで、周波数ホッピング方式の通信装置を作ってみました。1キックごとに違う周波数を使って、通信する装置です。それで効果あるの？じゃ説明します。この矢印を、周波数の軸とします。簡略化されてますが、ジャミング装置はこんな感じに、しらみつぶしに周波数を確認していきます。なので、一つの周波数をずっと使っていると、いつか特定されちゃいます。でも、複数の周波数を切り替えながら使っていれば、特定される確率を下げることができます。今回作った装置では、50個の周波数を使っているので、特定される確率は1つ当たり50分の1です。まあ、一つバレても、ずっと妨害されることはなさそうだね。それを狙いました。使い方も簡単です。鍵共有周波数っていうのを設定して、電源をオンにするだけです。もう一方も同じようにすれば、通信開始です。あと、鍵共有周波数は一瞬しか使わないので、4桁か5桁あれば十分です。それはそこまで長くなくていいんだね。シード値はフィジックスセンサーの値を使ってるので、鍵共有周波数は複雑じゃなくても大丈夫です。双方向に30チャンネル分のコンポジットをやり取りできます。でも、なんとなくわかると思いますが、問題があります。一つ周波数が特定された場合、そこだけ妨害されちゃいます。実際にやると、こんな感じです。1秒間隔くらいで赤ランプがついてるね。赤ランプの瞬間だけ、妨害されちゃってます。なので、完全性強化モードを作りました。こんな風に、同じデータと乱数を2キック送るモードです。縦1本それぞれが、1キックごとに送るデータを表してます。現在をここだとします。送られたデータ2と乱数2を1キック前と比較して、同じだったら妨害がないと判断し、データ2を出力します。もし食い違えば、妨害されたと判断して、1キック前に送られたデータ2を出力します。次のキックでは、妨害されている確率は低いので、無条件に信頼し、データ3を出力します。じゃあ2キック連続の妨害は効くの？効きます。こんな感じで、妨害されてます。でも、2キック連続で特定される確率をシミュレーションで求めてみた感じ、2% 程度でした。2時間かけて周波数全範囲を捜索しても、2% の確率でしか妨害することはできないってことです。確率低いね。50% の確率で妨害するには、36回全範囲を捜索する必要があります。それでも 50% の確率で妨害できないじゃん。現実的に、妨害はほぼ不可能です。良さそうだけど、使えるチャンネル数減らない？使えるチャンネル数は30から14になっちゃいます。でもその代わりに、1キック単発の妨害を完封できるメリットも大きいはずです。映像でも、妨害を防げてます。使い分けってこと？そういうこと。ってことで、今回作ったものの紹介は終わりです。ここからは、ストアの無線の周波数について、解説しようと思います。私が色々実験した感じ、一番筋が通る説明をします。まず、ストアのアンテナには周波数の数値入力があります。あるね。入力された値をこの式で変換して、同じ値になったアンテナ同士が通信可能です。は？まあ、詳しくはちょっと後で説明しますが、大雑把に言うと、四捨五入をする式です。例えば、1.1 は1に変換されるし、0.6も1に変換されます。なので、1.1 を入力したアンテナと、0.6を入力したアンテナは、通信可能です。周波数を四捨五入して、同じになったアンテナ同士が通信するってこと？そういうこと。じゃあ、さっきの式をもう少し詳しく説明します。この入力値と 0.5 は、32ビットのフロート型です。0.5 の後ろの F は、0.5 がフロート型であることを表してます。フロアは、括弧内の数値を負の無限大の方向へ切り捨てることを意味してます。そして、このイントっていうのは、32ビットのイント型に変換するという意味です。で、入力することができるのは、フロート型が表すことができる値のみってことと、変換後の値はイント型で表すことができる値のみってことです。それでどうなんの？これのおかげで、捜索すべき周波数を絞り込むことができたり、使ってはいけない周波数が分かったりします。結論から言うと、捜索すべき周波数の数は、約2の27乗で済むし、絶対値が2の31乗以上の値は周波数に使いにくいです。へえ。まず、フロート型の説明を大雑把にします。
フロート型は、符号部1ビット、指数部8ビット、仮数部23ビットの、合計32ビットで実数を表そうってやつです。とはいえ、32ビットでは限界があるので、正確に表せるのは一部の有理数のみです。どうやってこのビット列で値を表しているかというと、こういう式で表すことになってます。この値で言うと、こんな感じの式になります。これが、上のビット列が表す値です。難しいね。まあ、そうだね。今回は、この式を覚える必要はないです。よかった。ここで、相手が使ってる周波数を特定するということは、この32ビットを当てるってことです。多くね。まあ、実際に探すべきは27ビット程度だよ。じゃあ、なんで少なくできるかっていう説明をします。桁数を見ると、正確に表せるのは、上から数えて24ビットだけです。仮数部は23ビットですけど、1点の右に仮数部を合体させることになってるので、24ビットです。24桁分しか精度が出ないんです。それがどう関係すんの？フロート型で表せる次の数、っていうのを、大きな値と小さな値で考えると、ちょっと分かってくるかもしれないです。例えば、1.5 の次は、1.5000001192092896なので、1.5 よりほんのちょっとだけ大きな値です。ほんとにちょっとだね。それだけ、この辺りの値は、小刻みに精度よく表すことができるってことです。じゃあ、大きい数である2の27乗の次の値を考えると、こうなります。次の値は、16も離れています。16刻みは大きいね。とまあ、小さな値ほど小刻み、大きな値ほど大雑把に表していることがわかります。アンテナの入力値は整数に変換されるので、小数は飛ばして整数だけ探せばいいです。変換して例になるんなら、例だけ調べときゃいいってことです。それに、フロート型が表せる値のみを探せばいいので、大きな値なら飛ばせる整数もあるってことがわかります。この辺の値なら、間にある15個の周波数は調べなくて済むね。そして、入力値を変換するときは、最後に32ビットのイント型に変換されています。イント型は、マイナス2の23乗から、2の23乗引く1の範囲の整数しか表せません。それに対してフロート型は、だいたいプラスマイナス2の128乗の値まで表せます。でかい値をイントに変換したらどうなんの？ストアの周波数では、絶対値が2の23乗以上の値は、おそらくすべて同じ周波数として扱われてます。左のアンテナには2の36乗、右のアンテナにはマイナス2の35乗を入力していますが、通信できてます。どっちもイント型の範囲外だね。なので、絶対値が2の31乗以上の周波数は1回調べれば OK です。効率化できるね。そうだよ。まとめると、探すべき周波数っていうのは、フロート型が表せる整数でかつ、絶対値が2の31乗以下の整数ってことです。こうやって絞り込むと最終的に、約2の27乗個の周波数を探せばいいってことになります。2の32乗と比べると、だいたい32分の1で済みます。かなり楽になるね。さっきのグラフは見にくいですが、7桁目までは指数関数的に特定時間が増加しています。フロート型は、10進数で言うと7桁程度の精度を持っているので、辻褄が合います。その先は桁数に比例して、時間が増加しています。数値は8桁や9桁でも、有効桁数が7桁程度だからです。1飛ばしとか、15飛ばしみたいになってるの？そういうこと。そして、イント型の範囲によって、頭打ちになります。10桁以上の周波数は、渾身しそうです。桁数多ければいいってもんじゃないね。そして最後に、変換する式のプラス 0.5 の影響で、実質1飛ばしになる領域があります。例えば、この値を入力して、0.5 を足すと、ちょうど25桁になります。でも、24桁を超えた場合、丸め込むっていう動作をします。しかもこの場合、正確に表せる値のちょうど中間です。中間の時は、偶数に丸め込まれ、1258万、2912になります。ここで、1258万、2912で同じことを考えてみます。これも結果は25桁で、候補はこの2つです。でも、偶数はこっちなので、変換前と変換後の値は同じです。結果として、1258万、2911と1258万、2912が渾身します。そして、この種類の渾身が起こるのは、この範囲です。もう少しジャミングを効率化できそうだね。気づくのが遅かったから、今回作ったやつには組み込んでないよ。効率悪いじゃん。まあ、ちょっと悪いだけなので、大丈夫です。ということで、説明は以上です。ジャミング装置で、全範囲を操作できるっちゃできるのは、意外でした。2時間ちょっとかかるけどね。でも最初は、10ユニットあっても3日くらいかかる予想だったので、作ってるうちにおーってなりました。まあ、それに比べれば確かに高速化したね。じゃ、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら、嬉しいです。